回ってんのこれ。回ってるよ。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、もう早速今日は本題に行きたいと思います。これ今日結構長い動画でほとんど喋ってて、パッパッパッとやります。こんだけね、今世の中オリンピックでスケートボードが新競技で出て金メダル取って、もう絶賛日本スケートボードブームです。はい、うちのお店にもすごい問い合わせの方来てます。スケートボードどうやって買ったらいいんですかみたいな、どうやって選んだらいいんですかみたいな。はい、よし、今日はなその動画作ろうと。じゃあ今から簡単に説明していきたいと思います。まずはじめにスケートボードの買うにあたって、簡単に2種類ぐらいあるってことを覚えておいてほしいねんか。でまずその1種類が、スケートボードって、板とタイヤと、そのハンドルみたいなのも回るやつと、でそのタイヤ回すやつみたいなで成り立ってるんだけど、それ一から全部パーツ組んでって自分の世界に一つしかないスケートボードっていうのを完成させて練習する。これが普通やねんけども、スケボーを始めた人ばっかりの人って正直な話それ分からへんから、今日この動画である程度どういう風に選んだら自分のデッキって組めるんやろって動画説明するんやけど、それとは別にさっき2個あるもう一つって言ったのが、もうすでに組まれてるスケートボードってあるんよ。もうこれもう完全初心者でスケボーを始めたい人向けのスケートボードなんやけど、そういうのとかもあるし、今日はそれ一旦ちょっと最後の方に説明するけど、先にこのバラバラで自分の世界に一つしかないスケートボードを自分に合ったスケートボードを作るためにはみたいな感じの動画を今日は作っていきたいと思います。まずじゃあこのデッキのサイズ説明から簡単にしていこうかな。デッキってやっぱこう足のサイズに比例しながら大きさを変えていかなきゃね。体格とか、小学生やったら体もちっちゃいし足もちっちゃいから、その分スケボーの板をちっちゃくしなあかんねんけど、大体成人男性、普通の成人の男の人が乗るのは8っていう8インチっていうデッキを使うねんな。もうこれがもう結構定番だから、この辺とかは結構この今70枚ここにあるんやけど、こんな中でもほとんどが8やねんな。それぐらいやっぱ高校生とかもう体大きい子やったら中学生の中3とか160センチとか超え始めてきたら、もう大概は8インチ乗るんよ。俺ぐらいちょっと大きくて、俺180ぐらいあるんやけど、やったら 8.125 でその上が 8.25 って言って、こうだんだんインチが変わってくるんだけども、正直な話今言ったようにこの動画見てる子ってキッズもおるし、多分キッズのお父さんお母さんとかもいるし、で中学生高校生もいると思うから、一番のベースでは8で言ったけども、オリンピックで効果出て子供がいっぱい始めてるから、ちょっと子供向けに説明させてもらうと、一番ちっちゃいので 7.0 っていうデッキがあるんよね。一番ちっちゃいやつって 7.0、 もうこんなんとか正直もう小学生はどれぐらいやろな、もう2年生とか1年生、もうちょっとちっちゃくても乗れるんちゃうかな。もう7から始めてもいいぐらいで、だんだん成長するにあたってこれが 7.25 ってなったり 7.5 ってなったり、俺が言うのは小学生6年生ぐらいとか 7.5 とかぐらいでいいと思うね。まだ身長がちっちゃくて、あと女の子とか足に力がない子とかはやっぱ板その分ちっちゃくしんかったら板回せんかったり飛べへんかったりするから、20歳の女性とかもたまに 7.75 とか乗ってる人はいる。全然問題ないねんか。別に8乗らなあかんわけでもないし、大人やから。とりあえずデッキのサイズで言ったら7、7.25、7.5、7.625、7.75、7.875、7.8ってのいいかなと8。もうこんだけいっぱいデッキのサイズの種類だけなんで、やし、今俺が言ったように簡単に自分の体大体どれぐらいなんやろって調べたら、今言ったインチ当てはまるから、まずはインチ選んでから、その後はブランド。ブランドもほんまにいっぱいある。正直な、ちょっとここではあんまりブランドの話しんとこうと思ってて、もうほんまに数いっぱいあるんよ。で、大概スケートショップって、ブランドいっぱい抱える分、値段もその分こう上下があるよね。やし、俺が今から簡単にブランドを言ってたら話終わらへんから、大体の値段層をパッて言ってから、大体スケボーって1万円ぐらいなのよ。1万450円とか1万1000何本とか、高いやつでちょっと1万2000とかある。で、逆に安いやつで言ったらブランドちゃんとついてて9000円とか、これとか9500円かな。で税込みやったらちょっと上がるけど、税抜きで9500円とかでも3000円とかたまにあるんよ。でブランクデッキっていう何にも柄が書いてないノーブランドのデッキもある。そんなんとかはもう正直どこでプレスされてるかとかも全然分からへんし、俺は一概にそれがいい悪いはここでは言えへんから、正直な話言うと値段で言ったら大体7500円から1万2000円ぐらい、その辺が相場かな。で自分が乗るブランドやし、多分そんなんもう板の柄選んだらええと思うし、その柄に乗ってるブランドをもう後でちょっとネットでパパって調べたらそのブランドのことパッと載ってるし、でこういうスケート上手いスケーターが乗ってんやって分かったらちゃんとしたブランドっていうのを把握できるはずやから、
もうブランドで今こうやってこう言うんじゃなくて、とりあえず値段で今回は言った。でこのデッキは一応前と後ろがあるのよ。で前がこっちで後ろがこっち。でもこれってさ、もう見た目だけじゃ分からへんやん。一応スケートボードの用語で言うと、こっちがノーズ、鼻って意味よね。でこっちがテール、お尻って意味です。でまあこれ後々な、やっぱスケボーし始めてきたらちょっとノーズとテール逆なだけで結構違和感出んのよ。やし今は別にそんなに気にせんでもいいけど、ノーズとテール、デッキをしっかり買った時にどっちがノーズなんかどっちがテールなんかっていうのをしっかり覚えて滑っていくのが一番いいと思います。まあデッキの説明で言ったら大体そんな感じですね。はい。まあデッキが多分一番長いんちゃうかな、今の話で言ったら。ちょっとデッキの話やったし、デッキテープも軽く話そうかな。でこのデッキ選んだ後に、スケートボードってさ、こうやってなんか黒いのついてるやん。これまあヤスリやねんけど、これがデッキのテープってことで、デッキテープって言ったり、あとはグリップテープっていうの、まあもちろんスケボーを買う上でグリップテープって絶対大切なもんやし、まあなんか今やったらおしゃれなもんやったら柄いっぱいついてるやつ、ちょっとこれ見てよ。グリズリーとか、ちょっとなんか夏っぽい感じとか、こうやっていろんな柄ついたおしゃれなやつがある。これもやっぱり自分の好きな色を選んで、世界に一つしかないスケートボードを組む上では結構大事なことやし、自分でまあ欲しい色、柄やったりするものが見つかったらそれでいいかなと思います。とりあえずデッキ買ったらデッキテープも買った方がいいよっていう。デッキが一つ終わりました。はい、じゃあ次はトラックの説明に移りたいと思います。トラックはこれさっき言ったやつ、これね、タイヤがここについてて、体重かけてこのブッシュゴムっていうこいつが上下に揺れることによって右左をコントロールする、まあ大事な部分ですよね。でもう一個はまあ技ができるようになってきたグラインドって言って、ここだけに手すりの上とかレールの上とかカーブの上に乗ってこう削ったりする技ができる場所、結構大事な場所なのね。トラックはもう結構簡単に言います。もう王道のブランドが3つあります。もうこれがインディっていうインディペンデントっていうブランドと、サンダーっていうブランドと、ベンチャーっていうこの3つ。これはもうこの3つ選んでたらもうほぼ間違いない。もう間違いないのは間違いない。ただちょっとだけ問題があって、サイズなんよね。でさっき言ったようにデッキってやっぱちっちゃい子供やったら7と8ってもうとてつもない違いがあるわけよ。でそんだけ違いがあると、トラックっていうこの部分の幅が7選んでもうたらちょっとだけここ出たりするのやし、ちょっとトラックのサイズだけちょっとこれ簡単に説明しようかなと思ってるんやけど、これもうすんごいんよ量が。やしちょっとこのカンニングペーパーね、ここにパッ表を出します。はい、5秒ぐらいやろう。はいはい、まあ今見てもらった感じ、だいたい 8.0 やったら、だいたいインディの139を選んだら、まあだいたい 8.0 のサイズに合うようになったよな。でベンチャーやったら 5.2、 サンダーやったら147。もうなんでこれ表記の仕方ちゃうんやろなってマジで思うんやけど、そこはさっきのページを見て自分の体のサイズでデッキ選んだ後、トラックをもう一回選んでもらったらいいかなと思います。トラックって正直めちゃめちゃ大事なとこやし、これ1回買ったら多分スケボー始めた人やったら1年ぐらいは持つんよね。そんだけのもんやし、ちょっとぐらいここはお金積んでもいいんちゃうかなと思います。だし、まあ、今言ったベンチャーとサンダーとインディペンデント、この3つのブランドから選ぶのを僕はおすすめします。はい。であとはね、重さとか軽さとかあるんやけども、正直軽いに越したことないんやけども、そこまで重い軽いってスケボー始めたばっかりで分からへんから、それってもう徐々に感覚つかんで分かるもんやし、今はそこについてはあまり触れないですっていうのが、まあとりあえずトラックの説明ね。じゃあ次パッパパッパいくよ。この長いよこれは。はい、次ウィール。これもまあいっぱい種類があるよね。ちょっとだけパッと見せようかな。今回もちょっとブランドで説明するのはやめようかな。これもサイズとかもいっぱいあるし、まずはじめに料金。大体のウィールの料金、安いやつとかってもう1000円とかでたまにあんのよ。もうそんなんもう素材が全然違くて、地面に接してる部分がタイヤなわけよ。まあみんなようわかると思うんだけど、自転車乗ってる時に空気あるタイヤ乗るか空気のないタイヤ乗るかってもう明らかに違いがあるわけやんか。それってそれぐらいスケボーも地面に接してる部分やから、タイヤっていうのは結構大事です。でそのタイヤを選ぶにあたってだいたい値段が4500円とかから、まあ、上で言ったら7000とかもあるんちゃうかな。だいたいまあこれやったら6600円。これ安いよね。ブラッツウィール、これ僕スポンサーついてるウィールなんですけど、これも5000いくかいかへんかぐらいで6800円、6600円、7150円。まあそんな感じでウィールもブランドによってまあ全然値段が変わってくるんだけども、ちょっとだけまあ意識してほしいっていうか、まあこれもあんまり関係ないけどちょっとだけパッて言うならば、固定サイズみたいなのがあって見てもらったら分かるんやけど、これとこれね、
これって中こうツルツルしてるけど、これ中に奥入ってるやん。これをクラシックって言います。これクラシック、普通のウィールの形。ちなみにタイヤのことウィールって言うんですけど、これがクラシックで、こいつがコニカル。これはちょっと中に入ってんねんな。ちなみに俺の個人的な意見やねんけど、コニカルが好き。これなんでかって、まあレールとかにかけるようになってきたらここ引っかかったりするのよね。だから安定しやすい。気持ちの問題かもしれんけどね。でタイヤを選ぶにあたって硬さがあるんですね。でこう硬さの表記もまたこれ中途半端で、ほんまに96とか100とか101とかあんねんけども、大体このスケボーを始めるにあたって、まあ、ストリートとかパークとかジャンルあるんやけど、俺ちょっとストリート向けで言うと大体98から103とか9796ちょっともう柔らかいかな、俺の中では。97からまあ103ぐらいの中を選んだら、いい硬さで地面に接した時にまあいい反応が返ってくるって感じになるから、硬かったらやっぱ振動その分伝わりやすいし、柔らかかったらその分適応するからやし、まあそれはもう人それぞれ乗りやすさとか乗ってみて、あこのウィール硬いんかな柔らかいんかなっていうのは、まあ、ウィール変えていくためにちょっと違うブランド使ったり違うサイズ使ったり違う型のやつ使ってみたら徐々に感覚つかめていくし、初めは今言ったさっきの大体の値段層とまあ大体まあ98とか100とか、俺は101とか100におすすめします。まあその辺を気にしてウィールを購入していただいたらいいかなと思います。はい、次行くよ、どんどん行くよ。ベアリング、このまま行くもん、ベアリング行く。でベアリングってどういったものなのかっていうのを簡単にお見せします。ベアリングっていうのはこれですね。これがベアリング、回るやつね。これ回ってるやん。でこのベアリングっていうのがこのタイヤのこの穴の中にペッて入って、これがこのトラックっていうこのシャフトに入ってスケートボードの足回りっていうのができる。だから結構こいつも大事なんよ。いくらタイヤいいも使ってても周りが悪かったら正直話は変わってくるから、そこもやっぱり微調整で自分の合ったベアリング、自分の合ったウィール、自分の合ったトラックっていうのを見つけていってほしい。でベアリングなんやけども、ほんまにベアリングこそもうそれこそもう力、ここがもうタッパがやばすぎて、一番高いやつだったらほら1万2000円とか、これ1万2000円すんのよ。でベアリング8個ついとるんよ。全部8個ついてて1万2000円。でも安いやつとかだったらもう1980円とか。これもう極端に言います。何が違うか、もうシンプルに回るスピードが違います。あと耐久性。やっぱりスケートボードってなんか階段から飛んだりとかハンドレール入ったりとかするし、その時の衝撃っていうのはタイヤにもトラックにもベアリングにも伝わるけど、ベアリングってやっぱ結構シリアスな精密な機械やから、こいつ潰れてしまうともうタイヤ回らへんから、結構やっぱ衝撃に強いベアリングやったりとか、逆にスピードを上げるこの回転数が速いベアリング、こういうのはもう値段によって全部分かれてます。である程度俺の中ではこの値段層で言ったら3000円以上買ってたら俺の中ではだいぶ OK。 今この状態で足回りっていうのができたんよね。でその足回りをさっき言ったデッキに取り付けるのがこのビスボルトね。もうこれは正直何がいい何が悪いとかはない、くっつけてるだけだからさ、別に安いやつでもくっついてたら俺はいいと思うんだよな。でも最近はやっぱりこういろんなスケーターが増えてくる上でって自分のオリジナリティ出したいから、そのネジに色がついてたりするわけよ。もういい例がこれですわ。見て、ここまで可愛いのができてたら、これを刺した時にスケートボードの上の部分からこの色が出るから、この可愛いとか、デッキの前後ろ、ノーズとテールって言われる場所をはっきり前後ろっていうのを区別するために色を分けてるっていう人もいます。ビスに関してはほんまに何でもいいかなと思うけども、だいたい500円から高いやつで1500円ぐらいだと思うし、その間で買ってたらもう全然問題ないと思います。はい、じゃあ一旦戻ろうか。戻ってきました。で今さっき説明した感じでオリジナルの自分のスケートボードっていうのが作れると思うんですけど、さっきちょっとオープニングでパッと話したもう組まれてるスケートボード、まあ一応店にあるやつパッと持ってきたけど、まあこんな感じ。もうこれってもうすでにこの状態でもういつでも勝ったその5秒後から滑れるって言われるぐらいもう完璧なスケートボードができてるんよ。でこれはな別に俺悪いことじゃないと思ってて、ほら今こんなんとかもう書いてあるわけよ。ちゃんとこれ 98A ってこれもサイズの大きさ、これ 52mm とかそこが書いてあるのよ。だし、まあある程度分かりやすいし、もうこれはもうこのブランドが推奨しておすすめしてるぐらいやから、全然これで滑ることは可能だと思います。ただね、やっぱりこうベアリングとかウィールとかっていうのはそのパーツごとに有名なブランドっていうのがあるから、ベアリングとかウィールがじゃあこのブランドでも有名なんかってそうじゃ俺はないと思うし、
その辺はやっぱりデッキのブランドが出してるコンプリートやったら足回りがちょっと弱いなと思ったりするから、ほんまに真面目に始めたいっていう人は俺が一番初めに言った方法、自分に合ったパーツを買い揃えてつなげて世界に1個しかないオリジナルのデッキ作って練習するのが俺はいいと思います。ただやっぱスケボーも難しいもんやし飽きる人も全然いるから、私これ続けていける自信ないなみたいな、俺これやっていけるかなと思う人は手出したいなぐらい、ちょっと触りたいなぐらいは俺はこれをめっちゃおすすめします。これはおまけちょっと全部これ感染症対策こういうとこアピールしてから俺、これちゃんとうち対策します。はいでまあ靴もうこれほんまに一瞬だけ触れさせて、スケートボードの靴も結構大事で、やっぱあんだけザラザラしてるやつにずっと靴をこすりつけるわけやから穴もすぐ開くんよね。やしちゃんとスケートボードの靴っていうのがあって、まあ、こうやってちゃんと表面がレザーになって分厚い感じになってるやつで、これもやっぱ形がいっぱいそれぞれあって、こうやってごっつごついやつもあれば普通薄いやつもある。これに関してはもう説明せんでも分かるよな。みんな靴履いたことあるやろ、ないあるやんな、あるし分かるやろ。履いたら分かる何が違うか。ごっつかったらやっぱやりにくい人もいるし、細かったらやりにくい人もいるんよ。こればっかりはもう俺の口からじゃなくて実際に買って履いてみた方がいい。でまあおすすめなブランドじゃないけど、うちで扱ってるのは一応 S っていうブランドとエトニーズっていうブランド、これエトニーズ全然ないやん、エトニーズっていうブランドとラカイっていうブランドと、これは知ってるやろ DC、こういうマークなのやつ、この4種類、あとはナイキ SB とかアディダスとか、ちょっとこの辺はもう靴はブランド言わへんかったら他サイズもクソもあらへんし、もうパッて言わしてもらうけど、ある程度今思いつくやつ、そんな感じ、そんな中で選んでってもらった方がいいと思います。高いやつやったらな1万2000円とか、これ1万2000円、俺はいつもこれ履いてるんやけどめっちゃ分厚い。それ以外にもうちの店長はもうこのブランド大好きやから、もうこういう靴ばっかり履いたりしてるし、もうそれはもう人それぞれ全然違うから、もう今回は一瞬しか触れへんけども、スケボーやるんやったら一応ちゃんとした靴買った方がオーリーするとき、ジャンプするときにすり足がしっかり引っかかったりもするし、靴もできるだけちゃんとしっかりまとめた方がいいかなと思いますね。とりあえず今回はスケートボードを選ぶっていう方法の動画だし、次の動画、次回の動画は今ここで喋ったやつを組むっていうので1本作っていこうかなと思う。組むのも正直自分で組んだりするのも大事だし、それはちょっと次回の動画見てもらったらいいんですけどもと、こんだけベラベラ喋ってほんまにスケートボードをいっぱいしたい人いっぱい増えてきてるから、オリンピックってほんまにすごいなと思うわ。で今そんだけなかなか喋ったけども、これ俺が喋ってもやっぱりもうちょっとここら辺どうなんって気になることあると思うし、よかったらそれはね、うちのスケートショップのオンラインのところに初心者向けのページっていうのが最近できたんよね。もうデッキがどうやら、ベアリングがどうやら、トラックはどういう風にやるんや、そこにやっぱさっきでトラックのサイズ表記とかウィールのサイズ表記とかも全部一から載ってるし、気になる人はよかったらそれ概要欄から飛んでもらって、そこで一回見て、おお俺ってこんな感じじゃんみたいなで、よかったらね、そこで一回自分で選んで買ってみてもらったらいいかなとは思いますね。ってな感じでね、とりあえず今回の動画はどうやって自分がスケボーを始めるにあたってスケートボードを選んでいったらいいのかっていう動画でした。でちょっと告知入れていい？ちょっとだけこの動画が出てる明日から、うちのお店ね、リープスっていう店の新しい新商品とか服なんですけど出てくるんで、よかったらそれもオンラインチェックしてってもらえたらなと思います。じゃあ来週はスケートボード組んでいこうか。組むの楽しいよ。やっぱ自分がウキウキするもんや。新しくスケートボード買って自分で組んで、それをその初めて乗った時の感触、俺未だに忘れられへんから。もう十何年やってても一番初めに買った板っていうのはもう忘れんなやし、もうそれぐらい思い入れのあるもんやから、しっかりほんまにスケボーハマるとか思うんやったらほんまにいいパーツ買って自分でちゃんとやった方がいい。スケートボードなんてほんまにそんな簡単に潰れへんから。で潰れたとしても部品変えていくだけ。さっき言ったデッキが潰れたらデッキだけ変えたらいいし、足回りはそのまま使ったらいいんだし、ベアリングだけ潰れたらベアリングだけ変えたらいいからさ、そうやって自分で徐々にカスタマイズしてって、このブランドってこれ自分に合ってるんじゃん、このブランドはちょっと俺に合わへんなみたいな。だんだんスケート仲間とかできてきたら、その友達の人乗ったりとかして、このブランドこんな感じなんや、それで大体の感覚が今になって分かってくる。だから俺もそうやったし、何も知らんままやったけども友達がやってんの見て、友達がやってんの乗って、そういうのはめっちゃ大事だと思うし、一回この動画見てやりたいなとか買いたいなと思ったんやったら、ぜひスケートボード始めた方がいいと思います。はい、今日はありがとうございました。次回よろしくお願いします。お疲れ様です。